レッスン1、リラックスできる雰囲気を作る。アンナさん、こんにちは。家をもっと居心地がよく、リラックスできるものにすることを考えています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。何を考えているの？さて、落ち着いた雰囲気を作るために暖かい電球を買おうと思っていました。ああ、それは素晴らしい提案です。暖かい光は間違いなく空間をより居心地の良いものにすることができます。どこで入手する予定ですか？調べてみます。ダウンタウンに新しい照明店がオープンしたと聞きました。品揃えが広いかもしれません。それは素晴らしい。新しい店舗を探検するのはいつもワクワクします。ところで、照明に調光スイッチを使うことを考えたことはありますか？それは良い点です。調光器を使うと、気分や時間帯に合わせて明るさを調整できます。絶対に。場面によって違った雰囲気を作り出せる柔軟性があるのはいいですね。そうすれば、私たちの家がより個性的に感じられると思います。完全に同意します。私たちの空間を快適に感じさせ、好みに合わせて調整することがすべてです。照明店で調光スイッチも提供されているか確認してみます。素晴らしいアイデアです。滞在中は、柔らかくて温かみのある色のクッションやブランケットを購入してみるのもいいかもしれません。リビングルームにさらに居心地の良さを添えてくれます。それは素晴らしい提案です。柔らかいテキスタイルは間違いなく快適さを高めることができます。それらにも目を光らせておきます。素晴らしい。私たちの家をリラックスできる天国に変えるのを本当に楽しみにしています。長い一日の後にリラックスするのに最適な場所になるでしょう。これ以上は同意できませんでした。居心地の良い家庭環境を持つことは、私たちの全体的な幸福に大きな違いをもたらすことができます。絶対に。私たちの環境は、私たちの気分や気持ちに大きく影響します。よりリラックスできる雰囲気を作るための対策を講じていることを嬉しく思います。私も、忙しい生活の中で、私たちの家が元気を取り戻し、安らぎを見つけることができる場所になると思います。間違いなく。また、友人や家族をもてなすのに最適な空間にもなります。温かく迎えてくれる雰囲気はもう想像できます。それは素敵ですね。その居心地の良い雰囲気を作ることを優先するよ。私たちの家は私たちと愛する人たちの聖域になります。これには本当にワクワクしています。これは素晴らしい変革になるだろう。私たちの家を究極の隠れ家にしましょう。絶対に、このプロジェクトを始めるのが待ちきれません。私たちの居心地の良い聖域が私たちを待っています。レッスン2、朝食プラン。こんにちは、アンナ。もう朝食を食べましたか？こんにちは、ジョン。いいえ、まだです。いくつか作るつもりです。あなたはどう？軽食は食べたけど、ちゃんとした朝食を食べに行けた。何を作ろうと思ってるの？トーストでスクランブルエッグを作ろうと思っていました。マッシュルームのソテーとほうれん草を加えて風味を良くしてもいいかも。おいしそう。卵と野菜の組み合わせが大好きです。その上におろしたチーズを振りかけてはいかがですか？
素晴らしいアイデアです。チーズは間違いなくスクランブルエッグを次のレベルに引き上げるでしょう。そして、チェダーやグリュイエールなど、よく溶ける品種を選ぶことができます。ヤム、クリーミーな食感とチーズの美味しさはもう想像できます。食欲をそそります。ワクワクしてくれて嬉しいです。朝食に合うフレッシュオレンジジュースも作ります。爽やかな一日の始まりになりますよ。パーフェクトですね。搾りたてのオレンジジュースはとても爽快です。ビタミン C の素晴らしい供給源でもあります。絶対に。ビタミンや栄養素を毎日摂取することが重要です。風味を最大限に引き出すには、必ず熟したオレンジを使います。果物といえば、スライスしたイチゴやバナナを添えてみてどう思いますか？ああ、間違いない。新鮮なフルーツがあれば素晴らしいでしょう。朝食にポップな色と自然な甘さを添えてくれます。完全に同意します。味と食感のバランスが取れているのがいいですね。さらに、食事がより視覚的に魅力的になります。絶対に。特に食べ物に関しては、プレゼンテーションが重要です。食事の全体的な体験を向上させます。それは本当です。美学は食事をより楽しくする。味覚だけでなく、目にとってもごちそうのようなものです。これ以上は同意できませんでした。さて、乾杯を忘れないようにしよう。手作りのパンがあればいいと思うよ。自家製パンはすごいですね。焼きたてパンの香りだけでもたまりません。味わうのが待ちきれません。朝食に温かい焼きたてのパンが食べられるように、必ず事前に聖地を用意しておきます。それは素晴らしいです。自家製パンの香りと味に勝るものはありません。心地よくて満足感があります。絶対に。そして最高の部分は、様々なフレーバーやテクスチャでカスタマイズできることです。香ばしいハーブ入りのパンや甘いシナモンスワールを試してみるのもいいかもしれません。私はあなたの創造性が大好きです。それらのバリエーションは素晴らしいですね。気分によって様々な選択肢があります。まさに。バラエティは人生のスパイスです。特に食べ物に関してはそうです。物事を面白く楽しいものにしてくれます。これ以上は同意できませんでした。この朝食を本当に楽しみにしています。美味しくて充実した一日の始まりになりそうです。私も。朝食は最も重要な食事で、仲の良い仲間と分け合えばさらに美味しくなります。あなたが朝食の相棒になってくれて感謝しています。同様に、一緒に食事をするのはいつも楽しいです。つながり、ポジティブな気持ちで一日を始めるのに最適な方法です。レッスン3、成功のためのプロ仕様の服装。アンナさん、こんにちは。私は個人的な成長について考えてきました。頭に浮かんだ一つの側面は、プロとしての服装です。これは、職場での私たちの認識に大きな影響を与える可能性があります。こんにちは、ジョン。全くその通りだ。プロフェッショナルな服装はポジティブな印象を与えるだけでなく、自信とプロ意識を高めます。これはキャリア開発の重要な側面です。まさに、きちんとした服装をすれば、仕事へのこだわりを示し、
自分自身や他者への敬意を示すことができます。それはプロフェッショナリズムの高い基準を打ち立てます。これ以上は同意できませんでした。職業上の服装は業界や職場の文化によって異なることを覚えておくことが重要です。私たちは常に自分が置かれている環境に適した服装をしなければなりません。それは素晴らしい点です。職場が異なれば、手続きのレベルも異なる場合があります。ドレスコードを遵守し、それに応じて適用することが重要です。絶対に。身だしなみ、清潔さ、適切な服装の選択などの細部に注意を払うことで大きな違いが生まれます。それは私たちが仕事に真剣に取り組んでいることを示しています。完全に同意します。細部へのこだわりが鍵です。着る服だけじゃなくて、自分を全体としてどう表現するかが重要なんだ。プロとしてのイメージを映し出すことです。正確に。私たちの外見は、私たちの労働倫理、細部へのこだわり、そして私たちの役割へのコミットメントについて多くを物語っています。クライアント、同僚、上司に永続的な印象を残すことができます。プロフェッショナルな服装をすることで、キャリアアップへの扉が開かれ、機会が生まれます。これは私たちの職業上の成長への投資です。これ以上は同意できませんでした。そして、それは外部の認識だけの問題ではありません。プロらしい服装をすることは、私たち自身の自信や考え方を高めることにもつながります。見た目が良いと気分も良くなります。自信は職場にとって欠くことのできない資産です。自信があると、挑戦したり、アイデアを表現したり、ポジティブな影響を与えたりする可能性が高まります。絶対に。プロフェッショナルな服装をすることで自信がさらに高まります。それは私たちが成功するための防具を着るようなものです。私はそのアナロジーが大好きです。プロとしての服装は成功の鎧を身につけるようなものです。自信と回復力を持ってその日に立ち向かうのに役立ちます。間違いなく。そして、プロフェッショナルな服装をしても、個人のスタイルを犠牲にするわけではないことを覚えておくことが重要です。プロフェッショナリズムの範囲内でも個性を発揮することはできます。全くその通りだ。それは、自分の個人的なスタイルを表現することと、職場の期待に応えることとのバランスを見つけることです。本物らしくありながら、同時にプロフェッショナルであることも重要です。正確に。そのバランスを見つけることで、独自のプロフェッショナルブランドが生まれます。それは私たちが誰であるか、そして私たちが何をテーブルにもたらすかを反映しているのです。これ以上は同意できませんでした。私たちのプロフェッショナルブランドは、私たちのキャリア成長にとって重要な側面です。プロ並みの服装はパズルの1ピースに過ぎません。絶対に。それは私たちのスキル、知識、態度、そして私たちが自分自身を表現する方法の組み合わせです。プロのような服装は、そのための強力なツールです。よく言った。これからもプロとしての成長を優先し、プロとしての服装がもたらす影響を忘れないようにしましょう。これは私たちの将来の成功への投資です。レッスン4、お気に入りの体験。アンナさん、こんにちは。私たちのお気に入りの体験について考えてきました。何か心に残っていることはありますか？こんにちは、ジョン。ああ、間違いない。私はいつまでも大切にする素晴らしい経験をしてきました。あなたはどう？それは素晴らしいですね。私にもいくつかお気に入りの体験があって、
それがずっと心に残っています。そうした特別な瞬間を振り返るのはいつだって素晴らしいことです。絶対に。私のお気に入りの体験には、新しい場所に旅行したり、様々な文化に浸ったりすることが含まれます。冒険と発見の感覚は他に類を見ません。共感できます。旅行は視野を広げ、世界への理解を深める素晴らしい方法です。旅はユニークな体験の宝庫です。間違いなく、ある特定のバリ旅行を覚えています。鮮やかな色彩、息を飲むような風景、地元の人々の温かいおもてなしは忘れられない経験になりました。バリは素晴らしく聞こえます。その場所の美しさと静けさを想像することしかできません。旅行が私たちをさまざまな世界に連れて行き、心に残る思い出を作ることができるなんて信じられないほどです。絶対に。目的地だけでなく、そこでの体験も特別なものにしているのです。地元の料理を探求し、人々とつながり、新しいアクティビティに挑戦することは、すべて魔法のようなものです。それは本当です。視覚、音、味覚、相互作用の組み合わせが、記憶のタペストリーを作り上げています。私たちの心に残るのは、それらのユニークな体験です。間違いなく。そして、それは旅行だけではありません。私のお気に入りの体験には、やりがいのあるハイキングを完走したり、新しいスキルを学んだりするなど、個人的な成果が関係しているものがあります。それには共感できるよ。個人的な功績は信じられないほど充実したものになり得ます。彼らは私たちを快適ゾーンから追い出し、達成感を与えてくれます。絶対に。ギターを弾くことを覚えた時のことを覚えています。弦をかき鳴らして音楽を作る感覚は、信じられないほどやりがいのあるものでした。それは今でも楽しんでいるスキルです。それは素晴らしいです。音楽は自分自身を表現し、喜びを見つけるためのパワフルな手段です。楽器を弾くことを学ぶことは、自己発見の素晴らしい旅です。間違いなく。そして、自己発見について言えば、私のお気に入りの体験の一つは、瞑想リトリートに参加したことでした。自分の内なる自己とつながり、安らぎを感じることができました。それは信じられないですね。瞑想はマインドフルネスと内省のための素晴らしい実践です。瞑想が私たちの生活に明快さと落ち着きをもたらすことができるのは驚くべきことです。絶対に。自分の興味や価値観に合った体験を探すことが重要です。それらは私たちに計り知れない喜びと個人的な成長をもたらすことができます。これ以上は同意できませんでした。私たちの好きな経験は、私たち自身を形作り、私たちの全体的な幸せに貢献します。私たちの生活の中で、彼らのための空間を作ることは重要です。有効期限とアップグレード。アンナさん、こんにちは。商品の有効期限について考えていました。あるものもありますが、永遠に続くものもあります。ちょっとわかりにくいです。そのことについてどう思いますか？こんにちは、ジョン。そうだね。有効期限は製品によって異なる場合があります。生鮮食品などの一部の品目には、安全性と鮮度を確保するために賞味・消費期限が明記されています。ただし、家庭用品など、特定の有効期限がないものもあります。それは理にかなっています。では、有効期限がないのに、いつアップグレードすべきか、交換すべきかを知るにはどうすればよいのでしょうか？さて、有効期限がない場合は、考慮すべき要素がいくつかあります。まず、商品の状態を見極めます。
まだ正常に機能していますか？そうでない場合は、アップグレードの時期かもしれません。それは良い点です。機能性が重要です。もし、目的を果たせなくなったり、利益よりも不便なことの方が多い場合は、アップグレードを検討する時期かもしれません。まさに。さらに、技術の進歩により、古いバージョンの製品が時代遅れになる可能性があります。パフォーマンスや機能が大幅に改善された場合は、アップグレードする価値があるかもしれません。おっしゃる意味がわかります。特にエレクトロニクスやソフトウェアのような分野では、進歩に遅れずについていくことが重要です。アップグレードにより、エクスペリエンスが向上し、効率が向上します。絶対に。また、アイテムのメンテナンスや修理にかかるコストと、新しいバージョンへのアップグレードのコストを比較することも検討する価値があります。場合によっては、アップグレードした方が費用対効果が高い場合もあります。修理やメンテナンスの費用がアップグレードのメリットを上回っている場合は、変更の時期であることを明確に示しています。正確に。長所と短所を比較検討し、情報に基づいた決定を下すことが重要です。アップグレードは新機能やパフォーマンスの向上をもたらし、長期的にはコスト削減にもつながります。これ以上は同意できませんでした。私たちのニーズと目標に合った選択をすることが全てです。アップグレードによって新しい可能性が開かれ、全体的なエクスペリエンスが向上することがあります。絶対に。そして、それは物理的な製品だけではありません。自分自身、スキル、知識を向上させることも同様に重要です。個人の成長には有効期限はありません。それは素晴らしい点です。絶えず学び、新しいスキルを身につけ、自己啓発の機会を探すことは、変化する世界で成長し、存在感を持ち続けるために不可欠です。正確に。テクノロジーが進化するのと同じように、私たちも進化します。自分自身をアップグレードすることで、私たちは適応し、反映し、やってくる新しい機会をつかむことができます。私はその視点が大好きです。自分自身をアップグレードすることは、自己改善と自己発見の継続的な旅です。これにより、私たちはエンゲージメントとモチベーションを維持し、次に起こることへの準備が整います。絶対に。有効期限とアップグレードの概念を物理的な所有物と個人の成長の両方に取り入れましょう。それが継続的な改善と成功への道です。よく言った。慎重に選択し、必要に応じてアップグレードし、進化し続けましょう。有効期限とアップグレードは、より良い、より充実した生活への道のりの一部です。レッスン6、賢い助言。アンナさん、こんにちは。いつも素晴らしいアドバイスに感謝しています。あなたには貴重な洞察を提供するコツがあるようですね。他に何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。優しい言葉をありがとう。私のアドバイスがお役に立ててよかったです。もちろん、他にもいくつかヒントがあります。具体的にどのようなアドバイスを求めていますか？私はいつも自分自身を学び、向上させたいと思っています。より効果的なコミュニケーターになるためのヒントはありますか？絶対に。効果的なコミュニケーションは人生の様々な面で重要です。私が持っている一つのコツは、積極的に他の人の話を聞くことです。相手の言葉、ボディーランゲージ、感情に注意を払ってください。それはあなたが相手の視点を大切にしていることを示し、理解を深めます。積極的に耳を傾けることは、強いつながりを築き、
誤解を避けるために非常に重要です。きっと、もっと注意深くなるように努力するつもりです。もう一つのヒントは、自分のボディーランゲージと声の調子に注意することです。非言語的な手がかりは多くを語ることができます。アイコンタクトを保ち、オープンで親しみやすいジェスチャーを心がけ、自信を持って敬意を表するそれは口調で素晴らしい思話い出です。しましょう。私たちのボディーランゲージと口調は、メッセージの受け取り方に大きく影響します。ポジティブで親しみやすい非言語的な手がかりを投影するように意識的に努力します。素晴らしい。効果的なコミュニケーションのもう一つのヒントは、メッセージを明確かつ簡潔にすることです。不必要な専門用語や複雑な言葉は避けてください。要点をまっすぐに説明しますが、わかりやすくするために十分なコンテキスそのトも価値がわか提供してります。ください。明確で簡潔なコミュニケーションを取ることで、メッセージが理解しやすくなり、混乱を避けることができます。私は自分のメッセージ配信にもっと気を配るよう努めます。それは素晴らしいです。最後に、常にフィードバックを受け入れ、自分のコミュニケーションスタイルを積極的に適用させてください。それぞれのやりとりは、学び、成長する機会です。建設的な批判は改善のチャンスとそれ捉は素晴らえましょう。しい考え方です。フィードバックを受け入れることで、私たちはコミュニケーションスキルを磨き、全体的に優れたコミュニケーターになることができます。私は心を開いてフィードバックを受け入れることを忘れないようにします。素晴らしい。効果的なコミュニケーションは、人間関係、職業環境、カジュアルな会話など、人生のあらゆる分野で役立つ生涯にわたるスキルであることを忘れないでください。これ以上は同意できませんでした。あなたのアドバイスはかけがえのないものです。これらのヒントを私と共有してくれてありがとう。それらを実践し、より効果的なコミュニケーターになれることを嬉しく思います。お役に立ててよかったです。覚えておいてください。これは継続的な改善の旅です。これらのヒントを応用して経験を積むにつれて、コミュニケーションスキルが向上することは間違いありません。ありがとうございます。ご指導とご支援に感謝しています。これらのヒントに引き続き取り組み、できる限り最高のコミュニケーターになるよう努めます。レッスン7、新しい趣味を探る。こんにちはアンナ。私は何か新しいことに挑戦することを考えています。何か提案は？こんにちは、ジョン。絶対に。探求できるエキサイティングな趣味はたくさんあります。どんなことに興味がありますか？私はいつも写真に魅了されてきました。始めるのにいい趣味だと思いますか？ああ、間違いない。写真は美しい瞬間を捉え、創造性を表現する素晴らしい方法です。基本的なデジタルカメラから始めて、様々な角度や被写体を試してみることができます。それは素晴らしいですね。素晴らしい風景写真をオンラインで見たことがあります。息を飲むような風景を撮影するコツはありますか？もちろん。まず、適切な場所を見つける必要があります。興味深い地形、鮮やかな色、ユニークなランドマークがある場所を探しましょう。次に、照明条件を検討してください。風景写真には、早朝や午後遅くが最適な自然光が入ることがよくあります。それは理にかなっています。それは心に留めておくよ。ポートレートはどう？ちょっと難しいと思います。ポートレートは難しいかもしれませんが、練習すればマスターできます。
撮影する人物の感情や個性を捉えることに集中しましょう。様々なポーズ、照明設定、背景を試して、ユニークな雰囲気を作りましょう。なるほど。ディテールや構図に対する目も養う必要があるようですね。それについて何かアドバイスはありますか？絶対に。構図は写真撮影において重要な役割を果たします。フレームを水平方向と垂直方向に3分割する3分割のルールを覚えておいてください。メインの被写体をこれらの線に沿って、またはそれらの交点に配置すると、より視覚的に魅力的なそれは構図役にになります。立つヒントです。絶対にやってみるよ。ところで、ポストプロセッシングはどれくらい重要ですか？後処理を行うと、写真が引き立たれ、プロのような仕上がりになります。編集ソフトウェアを使用して、明るさ、コントラスト、色、トリミングを調整できます。ただ、無理をしないように気をつけてください。適切なバランスを見つけることがすべてです。それを心に留めておくよ。アドバイスありがとう。この新しい趣味を始めることができて本当にワクワクしています。レッスン8、Wi-Fi の問題を解決する。アンナさん、こんにちは。最近インターネットに問題があります。Wi-Fi 信号を改善するための提案はありますか？こんにちは、ジョン。そのお手伝いをします。Wi-Fi が遅かったり弱かったりするとイライラすることもありますが、改善できることがいくつかあります。まず、基本から始めましょう。ルーターを再起動してみましたか？はい、すでに試しましたが、大きな違いはなかったようです。OK。できることの一つは、ルーターの位置を変えることです。壁や電化製品など、信号を妨害する可能性のある障害物から離して、家の中央の場所に設置してください。それは良い点です。もっと中心的な場所に移動してみます。Wi-Fi に接続されている可能性のある他のデバイスについてはどうでしょうか？それらは信号に影響を与える可能性がありますか？絶対に。他のデバイスは帯域幅を消費し、Wi-Fi の全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。同時に接続しているデバイスの数が多すぎないようにしてください。帯域幅を大量に使用している不要なデバイスやアプリケーションはすべて切断私はそれにしてください。気づかなかった。ほとんどの場合、複数のデバイスを接続しています。現在使っていないものは切断します。それは助けになるはずです。さらに、ルーターの Wi-Fi チャンネルを変更してみることもできます。場合によっては、同じチャンネルを使用する近くの他のネットワークから干渉を受けることがあります。ルーターの Wi-Fi チャンネルを変更するにはどうすればいいですか？ルーターの設定にアクセスするには、ウェブブラウザーに IP アドレスを入力します。ワイヤレス設定セクションを探してください。チャンネルを変更するオプションがあるはずです。様々なチャンネルを試して、干渉が最も少ないチャンネルを見つけてください。それは知っておくと良いことです。やってみるよ。Wi-Fi 信号を改善するために他にできることはありますか？はい、Wi-Fi エクステンダーまたはメッシュネットワークシステムの使用を検討することもできます。これらのデバイスは Wi-Fi 信号の範囲を広げ、家の中のデッドスポットをなくすのに役立ちます。ああ、聞いたことがある。電波が届きにくいエリアで電波を増幅する Wi-Fi エクステンダーの入手を検討します。それは素晴らしいアイディアだ。それは間違いなく役に立つはずです。
また、他の方法がすべて失敗した場合は、インターネットサービスプロバイダーに連絡してさらなる支援をご協求め力に感ることが謝します。できることをこれらの覚えておいてヒントでください。私の Wi-Fi の問題は解決するはずです。どうもありがとうございます。レッスン9、持続可能な生活の選択。アンナさん、こんにちは。もっと持続可能なライフスタイルを送ることを考えています。どこから始めたらいいか、何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。持続可能な選択をすることは環境にとって極めて重要です。実行できる簡単なステップの一つは、二酸化炭素排出量の削減です。その言葉を聞いたことはい、がありますか？聞いたことはありますが、それが何を意味するのか正確にはわかりません。説明してもらえる？承知しました。二酸化炭素排出量とは、日々の活動やライフスタイルの選択の結果として大気中に放出される温室効果ガス、特に二酸化炭素の量を指します。ああ、なるほど。では、二酸化炭素排出量を削減するにはどうすればいいのでしょうか？できることはたくさんあります。例えば、家のエネルギーを節約することから始めることができます。使用していないときは照明を消して電子機器のプラグを抜き、エネルギー効率の高い電化製品への切り替えを検討してくだそさい。れは良い点です。自分のエネルギー使用量にもっと気を配るよ。交通手段についてはどうですか？どうすればもっと持続可能にできるのか？輸送は二酸化炭素排出量の大きな原因です。可能な限り、公共交通機関、相乗り、自転車の利用を検討してください。車を運転する必要がある場合は、電気自動車またはハイブリッド車を選択してくだ私はさい。間違いなくそれらのオプションを検討します。もっと持続可能なライフスタイルを送るために、他に何ができるだろうか？もう一つの重要な側面は、廃棄物の削減です。削減、再利用、リサイクルという3つの R を実践しましょう。使い捨てアイテムは最小限に抑え、アイテムを捨てるのではなく再利用または寄付し、適切にリサイクルするようにヒントしてくに感謝ださい。します。持続可能な生活には、生活のさまざまな面で意識的な選択をする必要があるようです。具体的に取り入れるべき習慣はありますか？絶対に。まず、消費量を減らし、環境に優しい製品を選ぶことから始めましょう。地元の持続可能なビジネスを支援し、可能であれば自分で食品を栽培し、自然食品や有機製品を優先してください。それらは素晴らしい提案です。それらを自分のライフスタイルに取り入れる努力をするつもりです。他に何か心に留めておくべきことはありますか？はい、水の使用量に注意してください。シャワーを短くしたり、水漏れを修理したり、水効率の良い器具を使用したりして、水を節約しましょう。また、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を支援することも検水の討して使用につください。いては考えていませんでした。それを持ち出してくれてありがとう。水の消費量を減らすには絶対に取り組みますよ。レッスン10、ビーチトリップの準備。こんにちはアンナ。私はすぐにビーチ旅行を計画しています。どんな必需品を詰めるべきかについての提案はありますか？こんにちは、ジョン。ワクワクする。ビーチに行くのはいつも楽しいです。必ず詰めておくべき必需品がいくつかあります。私は聞きたくてたまらない。ビーチ旅行に欠かせないものは何ですか？何よりもまず、日焼け止めを忘れないでください。
太陽の有害な光線から肌を守ることは非常に重要です。SPF の高い広域スペクトルの日焼け止めを必ず選択してください。それは素晴らしい思い出です。日焼け止めは絶対になくてはならないものです。他に何を持っていけばいいですか？リラックスするにはビーチタオルやマットも必要です。泳いだ後に乾かすために予備のタオルを持参すると良いでしょう。良い点です。みんなのために十分な数のタオルを用意しておきます。スナックや飲み物はどう？絶対に。爽やかな飲み物や軽食を用意することを忘れないでください。水分補給はもちろん、フルーツ、サンドイッチ、その他の軽食を持参してエネルギーを補給することもできます。ビーチで楽しむために、スナックや飲み物を必ず用意します。エンターテイメントはどう？ビーチでのエンターテイメントはいつでも楽しいです。音楽を聴くには、ビーチボールやフリスビー、さらにはポータブルスピーカーを持参することを検討してください。ビーチの雰囲気を盛り上げ、みんなを楽しませてくれます。素晴らしいアイデアです。気分を盛り上げるために、ビーチゲームとスピーカーを用意しておきます。他に持っていくべきものはありますか？水着と着替えをお忘れなく。また、日陰を作るためにビーチパラソルやサンシェードを持参するのもいいでしょう。水着と予備の服は必ず持っていきます。ビーチで日陰を作るのは、傘をさすといいですね。最後に、必需品をすべて持ち運べるビーチバッグを忘れずに持参してください。すべてを快適に収納できる十分な広さが必要です。すべてを整理しておくために、必ずビーチバッグを用意しておきます。思い出させてくれてありがとう。ビーチ旅行がますます楽しみになってきましたよ。どういたしまして。手伝えてよかった。ビーチで素晴らしい時間をお過ごしください。太陽と砂を楽しんでください。ありがとう。このビーチアドベンチャーが待ちきれません。必需品は全部詰めておくよ。レッスン11、芸術鑑賞。アンナさん、こんにちは。最近美術館を訪れましたが、本当に素晴らしかったです。行ったことある？こんにちは、ジョン。はい、私は美術館に行くのが大好きです。ユニークな体験ができるだけでなく、様々な形の芸術を鑑賞する機会を与えてくれます。どの美術館に行きましたか？メトロポリタン美術館に行きました。コレクションは膨大で多様で、様々な時代や芸術スタイルにまたがっていました。すごいですね。どんなアートが一番好きでしたか？特にルネッサンスの絵画に惹かれました。ディテールのレベルと鮮やかな色使いには心を奪われました。ルネッサンスアートは確かに魅力的です。その時代の芸術家たちは感情を捉え、リアルな描写を作り出すことに長けていました。他の芸術形式も探求しましたか？はい、現代美術のセクションも調べました。アーティストが型にはまらない媒体や抽象的な形を通して自分の考えや感情を表現する方法を見るのは興味深かったです。現代アートは考えさせられ、解釈の余地があります。アーティストがもたらす様々な視点や概念を見るのは興味深いことです。特に気になったアートワークはありますか？
完全にリサイクルされた素材で作られた彫刻があり、とても印象的でした。サステナビリティと再利用の重要性についての力強いメッセージでした。それは考えさせられる作品のように聞こえます。アートには感情を呼び起こし、重要なメッセージを伝える力があります。アーティストがクリエイティビティを生かして、差し迫った問題に対する意識を高めることができるのは素晴らしいことです。アートには言語や文化の壁を越える方法があり、普遍的な表現形式となっています。それによって、私たちは他の人々とつながり、さまざまな視点を探求することができます。アートには本当に人々を結びつける方法があります。対話を促し、会話を促します。訪問中に何か新しいことを学びましたか？はい、さまざまな芸術的技法と、さまざまな芸術運動の背後にある歴史的背景について学びました。アート全体に対する理解が深まりました。それは素晴らしい。美術館は視覚的に魅力的であるだけでなく、教育的でもあります。美術館は歴史、文化、芸術スタイルの進化に関する貴重な洞察を与えてくれます。これ以上は同意できませんでした。美術館は知識とインスピレーションの宝庫です。次の訪問をもう楽しみにしています。あなたの熱意を見るのは素晴らしいことです。アートは私たちの生活を豊かにし、視野を広げてくれます。これからも様々な芸術形態を探求し、鑑賞していただければ幸いです。ありがとうございます。絶対するよ。アートは私の新たな情熱になりました。この魅力的な世界をより深く掘り下げるのが待ちきれません。レッスン12、ハーブガーデンのおすすめ。アンナさん、こんにちは。小さなハーブガーデンを栽培していて、バジル、パセリ、タイム、ミントがあります。料理用のフレーバーも幅広く揃っています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。新鮮なハーブをすぐに入手できると、料理の味を引き立てることができます。どうやって使う予定なの？さまざまなレシピを試して、これらのハーブを料理に取り入れることにワクワクしています。バジルはペストにぴったりで、パセリはサラダにフレッシュな雰囲気を加えます。バジルとパセリは確かに用途の広いハーブです。それらは多くの料理に一気に風味をもたらします。タイムはスープやシチューに深みを加えるのにも最適です。絶対に。タイムは美味しい料理に温かく素朴な味を与えます。ミントも忘れないようにしましょう。ドリンクやデザートをさっぱりさせるのに最高です。ミントは持っておくと素晴らしいハーブです。カクテル、紅茶、さらにはフルーツサラダを引き立てることができます。どんなレシピにもクールで爽快な要素を加えます。そう思ってくれて嬉しいよ。モヒートとミント入りの水を作るのが待ちきれません。暑い夏の日にぴったりです。モヒートは定番です。ミント、ライム、ラムの組み合わせはとにかく楽しいです。庭の新鮮な味を楽しむのに最適な方法です。庭といえば、育てるのが好きなハーブや植物はありますか？はい、小さなハーブガーデンもあります。私はローズマリーとチャイブを育てるのが大好きです。ローズマリーはローストした肉に香りを添え、チャイブは料理の付け合わせに最適です。ローズマリーとチャイブは素晴らしい選択肢です。それらは確かに食事に独特の風味をもたらします。
ハーブガーデンにも追加することを検討する必要があります。試してみる価値はあります。ハーブを育てると、新鮮な食材が得られるだけでなく、自然とのつながりも得られます。それはやりがいのある治療的な経験です。これ以上は同意できませんでした。自分の庭からハーブを収穫して料理に使うのは特別なことです。すべての料理に個性が加わります。絶対に。自分が作る料理とのつながりがあるっていうのは素晴らしい気分だね。さらに、新しい味を探求し、料理のスキルを伸ばすのにも最適な方法です。これからもハーブの世界を探求し、レシピで様々な組み合わせを試していきたいと思っています。それは絶え間ない発見の旅です。それがスピリットだ。その過程を楽しみ、ハーブが料理にもたらす素晴らしい味を楽しく探求してください。きっとあなたのお料理はもっと美味しくなるはずです。ありがとうございます。あなたの励ましは大きな意味があります。これから風味豊かで美味しい食事をたくさん用意しておきます。乾杯。レッスン13、ミュージカルエスケープ。こんにちは、アンナ。時々交通渋滞に巻き込まれることはありますか？かなりイライラすることもあるけど、私は音楽を聴いて暇つぶしをしています。こんにちは、ジョン。はい、交通は迷惑になることがあります。道路でかなりの遅延を経験したことがあります。音楽は確かにこの状況をより耐えられるようにする素晴らしい方法です。普段、どんな音楽を聴いていますか？ポップスやロックからクラシックやジャズまで、幅広いジャンルを楽しんでいます。気分や交通事情にもよります。あなたはどう？音楽にもいろいろな趣味があります。私は様々なスタイルやアーティストに感謝しています。音楽がいかに様々な感情を呼び起こし、その瞬間のムードを作り出すことができるのか興味深いです。絶対に、交通渋滞に巻き込まれていても、音楽は私たちを別の世界に連れて行ってくれます。日常の喧騒から一時的に逃れるようなものです。それは美しい言い方です。音楽には私たちの精神を高揚させ、慰めを与える力があります。ありふれた瞬間を魔法のようなものに変えることができます。これ以上は同意できませんでした。時々、渋滞に巻き込まれていると、メロディーや歌詞に夢中になることがある。車の中でのミニコンサートになる。音楽が自分の乗り物の中に個人的な聖域を作り出すなんて素晴らしいことです。音楽のおかげで外の世界から切り離され、リズムとハーモニーに没頭することができます。まさに。そして、音楽そのものだけの問題ではありません。歌詞はしばしば私たち自身の経験や感情と共鳴し、旅をより有意義なものにします。歌詞には心に響くものがあるんですね。深いメッセージを伝えたり、共感できるストーリーを伝えたりできます。車に仲間がいるようなものです。絶対に、音楽は、特に交通渋滞に巻き込まれているようなイライラする瞬間に、心地よい存在になり得ます。緊張を和らげ、落ち着きをもたらすのに役立ちます。音楽が私たちの健康にどれほど大きな影響を与えるかは魅力的です。音楽には気分を高揚させ、ストレスを軽減し、時間の流れを早める効果があります。それは本当です。音楽は人と人をつなぎ、壁を越える普遍的な言語です。音楽は喜びとインスピレーションの源であり、誰もが感謝できるものです。
確かに。一緒に歌ったり、指を叩いたり、ビートに合わせて揺れたりするなど、音楽には私たちを結びつけ、旅をより楽しくする方法があります。これ以上うまく言えなかったよ。ですから、次に交通渋滞に巻き込まれたら、お気に入りの曲をオンにして、音楽に案内してもらうことを忘れないでください。絶対に。音楽をあなたのお供にして、道路のフラストレーションから逃れましょう。メロディーに身を任せて、より良い場所へ連れて行ってください。ありがとうございます。あなたの言葉は私の心に響きます。音楽はまさに、ありふれた通勤を思い出に残る経験に変えてくれる強力な力です。次回まで、生活のリズムを楽しみ続けてください。レッスン14、鮮やかなスタイル。こんにちは、アンナ。最近、明るい色を着ることについてどう思いますか？ワードローブにポップな色を加えることを考えています。こんにちは、ジョン。明るい色を着ることは、あなた自身を表現し、装いに活気を加える素晴らしい方法です。本当に個性を出すことができます。あなたはどう思いますか？私も同感です。明るい色には気分を高揚させ、人々の注目を集める力があります。外見に喜びと自信をもたらしてくれます。絶対に。色が私たちの感情や認識にどのように影響するかは驚くべきことです。大胆な色合いを身につけると、私たちはよりエネルギッシュになり、ポジティブさを醸し出それはすことが本できます。当です。明るい色を着ると、他の人から褒められたり、肯定的な反応が増えたりすることに気づきました。目立つには最高の方法です。確かに。鮮やかな色は人々の注目を集め、印象に残る傾向があります。服装を思い出深いものにし、個性を醸し出すことができます。私は特にロイヤルブルーやサンシャインイエローのような色合いに惹かれています。とても陽気で爽やかな感じがします。どんな明るい色を着て楽しんでいますか？いろんな色を試すのが大好きですが、最近はコーラルやエメラルドグリーンに惹かれています。コーラルは美しく温かみのある色調で、エメラルドグリーンは優雅さを感じさせます。コーラルとエメラルドグリーンは素晴らしい選択肢です。さまざまなアンサンブルに簡単に組み込むことができる多彩な色のように聞こえます。スタイリングのコツはありますか？間違いなく。明るい色を着るときは、ニュートラルな色調とのバランスを取ることが不可欠です。例えば、コーラルトップと白いパンツを合わせると、フレッシュでシックな印象になります。なるほど。だから、明るい色とニュートラルな色を組み合わせると、調和の取れたよくまとまった服が出来上がります。適切なバランスを見つけることがすべてです。まさに、全体的な見栄えを損なわずに明るい色を輝かせる視覚的なバランスを作り出すことです。アクセサリーはポップな色を加える役割も果たします。ああ、アクセサリーのことは考えていませんでした。どうすれば鮮やかな装いを引き立てることができるのでしょうか？ステートメントピアスやカラフルなスカーフなどのアクセサリーは身につけている明るい色を引き立てます。さらに趣向を凝らし、全体の見た目をまとめることができます。それは理にかなっています。アクセサリーは全体的な美的感覚を完成させる最後の仕上げにもなり得ます。自分のスタイルをアピールする機会を与えてくれます。絶対に。
鮮やかな色やアクセサリーで自分のスタイルを表現することは、個性を受け入れ、ファッション性をアピールする素晴らしい方法です。ワードローブにもっと明るい色を取り入れて、様々な組み合わせを試すことにワクワクしています。ファッションの選択肢を増やすための楽しくてクリエイティブな方法です。それを聞いて嬉しいよ。ファッションの活気に満ちた一面を受け入れ、明るい色がもたらす無限の可能性を探求して楽しんでください。あなたのスタイルはきっと輝きます。ありがとうございます。あなたの励ましは大きな意味があります。色彩と自己表現に満ちたワードローブへ。次回までスタイリッシュなままで、鮮やかな色合いの美しさを満喫してください。レッスン15、スマートブッキング。アンナさん、こんにちは。宿泊施設の予約に関しては、常に物件の説明をよく読み、特定の要件を伝えるようにしています。スムーズな体験を保証するのに役立ちます。あなたのアプローチはどのようなものですか？こんにちは、ジョン。完全に同感です。物件の説明を注意深く読むことは、予期せぬ事態を避け、ニーズに合った場所を見つけるために不可欠です。明確なコミュニケーションが重要です。要件をどのように伝えていますか？私は通常、予約プラットフォームを通じてホストまたはプロパティマネージャーに直接連絡します。質問があれば何でも聞いて、好みや特別なリクエストについて詳細を伝えます。明確な理解を深めるのに役立ちます。それは賢いアプローチです。直接コミュニケーションを取ることで、不確実な点を明確にし、宿泊施設がニーズに対応できることを確認できます。積極的に行動することが重要です。絶対に、積極的に質問することで、必要な情報をすべて集めて、情報に基づいた意思決定を行うことができます。これにより、後で失望する可能性を防ぐことができます。場所、アメニティ、特定の要件などの要素を考慮することが重要です。宿泊施設の説明をよく読むと、その物件が適しているかどうかを判断するのに役立ちます。はい。宿泊施設の説明には、宿泊施設の特徴、近隣のアトラクション、制限事項に関する貴重な情報が記載されていることがよくあります。これらの詳細を知っておくと、情報に基づいた選択を行うのに役立ちます。さらに、以前のゲストが残したレビューを確認することもおすすめします。宿泊施設の状態、清潔さ、ホストの対応状況についてのインサイトを提供してくれます。それは素晴らしい点です。レビューは、その宿泊施設に滞在したことのある人からの直接の視点を提供します。レビューは、何を期待すべきかをよりよく理解し、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。必要な情報をすべて集めたら、要件を明確に伝えることが重要です。特定のニーズや希望がある場合は、ホストまたはプロパティマネージャーに知らせてください。正確に、明確なコミュニケーションにより、双方が同じ認識を持つことが保証されます。ホストがあなたの期待を理解し、あなたに対応するために必要な手配をするのに役立ちます。また、不明な点がある場合は、遠慮なく説明を求めてください。誤解を避けるため、すべての情報を前もって用意しておくことをお勧めします。これ以上は同意できませんでした。推測して後でがっかりするよりも、説明を求める方が良い。オープンで正直なコミュニケーションは、予約体験を成功させる鍵です。絶対に。リサーチを徹底的に行い、ニーズを効果的に伝えることで、完璧な宿泊施設を見つけ、快適な滞在を楽しむチャンスを増やすことができます。
ありがとうございます。あなたの洞察は貴重です。これらのヒントを念頭に置いておくと、今後の予約活動に自信が持てるようになります。手間のかからない旅行と思い出に残る滞在をご紹介します。レッスン16、需要への対応。アンナさん、こんにちは。需要に追いつくのが難しいことは分かっています。あなたはどう？何かに対する需要が高い状況にどう対処していますか？こんにちは、ジョン。高い需要を満たすのは確かに難しいかもしれません。そのような状況に直面したとき、私は優先順位をつけて、増加する需要を効率的に管理する方法を見つけようとします。あなたは優どうです先順位か？付けが重要です。最も重要なタスクや需要のある項目を特定し、それに応じてリソースを割り当てることに重点を置いています。これにより、本質的なニーズが最初に満たされるようになります。それは賢いアプローチです。優先順位をつけることで、緊急の要求に対応し、ボトルネックを防ぐことができます。これにより、よりスムーズなワークフローと顧客満足が可能になります。絶対に、特に需要が高い場合は、顧客満足が不可欠です。私は優れたサービスを提供し、お客様のニーズにできる限り依頼られるように努めています。優れたサービスを提供することは、高い需要を管理する上で大いに役立ちます。顧客ロイヤルティと肯定的な口コミの構築に役立ち、需要をさらに増やすことができます。あなたの言うとおりだ。ポジティブな口コミは需要を増幅させ、成長のサイクルを作り出すことができます。高い基準を維持し、優れたエクスペリエンスを一貫して提供することが不可欠です。優れたサービスに優先順位をつけて提供することに加えて、効率を確保するためにチームと協力したり、タスクを委任したりすることも役立つと思います。協力することで、需要を効果的に管理できます。コラボレーションが重要です。需要が急増した場合、リソースと専門知識を集めることで大きな違いが生まれます。これにより、より合理的かつ効果的な対応が可能になります。確かに、各チームメンバーの強みを活用することで、増加する需要に一丸となって対応し、より効率的に成果を上げることができます。さらに、需要を予測し、可能な限り前もって計画を立てることが重要です。市場動向と顧客の好みに目を光らせておくことは、一歩先を行くことにつながります。予測は非常に重要です。市場動向を常に把握し、顧客のニーズを理解することで、需要により効果的に応えるための積極的な意思決定を行うことができます。絶対に、高い需要に直面したときには、先を見越した対応が不可欠です。これにより、お客様の期待に確実に依頼られるように、適応して必要な調整を行うことができます。また、需要がキャパシティを超える状況では、顧客と透明性のあるコミュニケーションが不可欠です。顧客の期待に代替案を提供することは、行為を維持するのに役立ちます。透明なコミュニケーションが不可欠です。これにより、企業と顧客の間に信頼と理解が築かれます。制限について正直に向き合い、代替ソリューションを模索することが重要です。需要を効果的に管理し、優れたサービスを提供することで、困難な時期でもお客様にポジティブな体験を提供できます。それは私たちを際立たせ、長期的な関係を育みます。それは本当です。需要に応えるためにさらに努力することは、献身とコミットメントを示すものです。それは永続的な印象を残し、顧客が戻ってくるように促します。レッスン17、チームコラボレーション。
こんにちは、アンナ。あなたはチームプレイヤーですか？私はコラボレーションをとても楽しんでいます。あなたはどう？他の人と一緒に働くことに価値があると思いますか？こんにちは、ジョン。はい、私はコラボレーションの力を固く信じています。チームとして働くことで、多様なスキルや視点を共有し、より良い成果につなげることができます。どう思いますか？これ以上は同意できませんでした。コラボレーションは関係者全員の能力を最大限に引き出します。これにより、私たちはお互いの強みを生かし、個人でできる以上のことを共同で達成することができます。まさに、コラボレーションすることで、より幅広いアイデアや専門知識を活用できます。創造性と革新を促進し、相互支援の環境を育みます。コラボレーションは、自分の考えを効果的に伝え、他の人の視点に積極的に耳を傾けることを学ぶので、コミュニケーションスキルも高めます。個人的にも職業的にも成長するための貴重なスキルです。絶対に。アクティブリスニングはコラボレーションの重要な側面です。様々な視点を理解し、対立を解決し、チーム内でより強固な関係を築くのに役立ちます。そして、共通の目標に向かって協力することで、作業負荷を分散し、より効率的に進歩を遂げることができます。これは、個人にとってもチームにとっても双方にメリットのある状況です。そうなんです。責任を分かち合い、お互いの能力を信頼することで、より効果的に仕事を成し遂げることができます。また、仲間意識が生まれ、ポジティブなチームスピリットも育まれます。コラボレーションにより、お互いから学ぶこともできます。私たちは知識、スキル、経験を交換することができ、それが個人的及び職業的な成長につながります。チームメイトから学ぶことは非常に貴重です。一人一人が独自の専門知識と経験を持ち合わせています。コラボレーションを通じて視野を広げ、新しいスキルを身につけることができます。さらに、コラボレーションは課題をより効果的に克服するのに役立ちます。チームとして障害に直面したときには、解決策をブレインストーミングし、サポートを提供し、共同で最善の方法を見つけることができます。それは本当です。協調的な問題解決は、多くの場合、より堅牢なソリューションにつながります。私たちの強みと視点を組み合わせることで、複雑な課題に取り組み、より良い成果を達成することができます。コラボレーションは達成感と成功の共有を促進します。チームとして成果を祝うことで、ポジティブな職場環境が作られ、全員がエクセレンスを目指して努力する意欲が高まります。マイルストーンを一緒に祝うことで、チームの結束力と士気が高まります。それは私たちがより大きな何かの一部であるという考えを強め、私たちが協力して仕事を続けることを奨励します。ありがとうございます。あなたの洞察は貴重です。コラボレーションは真に私たちの長所を引き出し、目覚ましい成果につながります。強いチームワークを育み、共に素晴らしいことを成し遂げることです。レッスン18、水泳と秋の名物。こんにちはアンナ。私も水泳が大好きです。とても爽快で爽快なアクティビティです。あなたはどう？水泳も好きですか？こんにちは、ジョン。絶対に。水泳は私のお気に入りの娯楽の一つです。水の中を滑ることには信じられないほど開放感があります。夏の間はアクティブで涼しく過ごせる素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。水中での無重力感は本当に素晴らしい。
これは素晴らしいエクササイズであるだけでなく、リラックスしてくつろぐ方法でもあります。間違いなく。水泳は複数の筋肉群に働きかけ、心臓血管の健康を促進します。インパクトの少ないアクティビティで、年齢やフィットネスレベルを問わずどなたにも適しています。それが水泳をとても用途の広いものにしているのです。生涯続く技能であり、楽しみやフィットネス、あるいは競技スポーツとしても楽しむことができます。可能性は無限大。絶対に。プールでラップを泳いだり、海の不思議を探検したり、単に湖で水遊びをしたりと、水中にいることにはいつも魔法のようなものがあります。これ以上は同意できませんでした。水は私たちの五感を魅了し、静けさを感じさせてくれます。日常の喧騒から逃れるのに最適な方法です。そして、魅惑的な体験といえば、秋の美しさに気づいたことがありますか？その季節の色とりどりの紅葉は、本当に魅惑的です。ああ、はい。秋は鮮やかな色と自然の美しさの季節です。燃えるような赤、オレンジ、金色の葉の色合いが、思わずにはいられない美しい風景を作り出しています。まさに、変わりゆく紅葉は周囲に独特の魅力をもたらします。自然が自ら変化していく時期であり、季節の移ろいの素晴らしさを目の当たりにすることができます。秋は変化と反省の時期でもあります。この季節は、ゆっくりと、今この瞬間に感謝し、変化の美しさを受け入れるように私たちを誘う季節です。それは本当です。秋は木から優雅に落ちる葉のように変化を受け入れるように私たちを励ましてくれます。変化は人生において美しく、必要不可欠な要素になり得ることを思い出させてくれます。絶対に。自然のサイクルは、レジリエンス、手放すこと、そして新たな始まりを受け入れることについての貴重な教訓を教えてくれます。個人の成長と内省を示す素晴らしいメタファーです。また、リンゴ狩り、かぼちゃの彫刻、暖炉のそばで過ごす居心地の良い夜など、秋のアクティビティの楽しさを忘れないようにしましょう。暖かさ、心地よさ、そして懐かしさを感じる季節です。全くその通りだ。秋の伝統は忘れられない思い出を作り、愛する人とつながる機会を与えてくれます。シンプルな楽しみを味わい、新しい体験を創造する時です。レッスン19、一緒に買い物をする。アンナさん、こんにちは。誰かと一緒に買い物をする方がいつも楽しいです。何時に会えばいいの？お店を見て回って、お得な情報を見つけるのが楽しみです。こんにちは、ジョン。同感です。友達と一緒に買い物をすると、楽しみの要素が増えます。午前10時に会うのはどう？そうすれば、時間をたっぷりとって、ショッピング旅行を最大限に楽しむことができます。いいですね。午前10時です。行ってみたいお店やエリアはありますか？提案を受け付けていますし、新しい場所を発見したいと思っています。素晴らしいダウンタウンのトレンディーなブティックで、ユニークな服やアクセサリーが揃っていると聞いたことがあります。調べてみる価値はあるかもしれません。また、近くには幅広い選択肢がある大きなデパートもあります。それは完璧に聞こえます。私はいつも新しいファッショントレンドを探求しています。まずブティックから始めて、デパートに行きましょう。時間をかけて、それぞれのショッピング体験を楽しむことができます。素晴らしい計画です。
急いで進めないで、その過程を味わうことが大切です。途中で隠された宝石や予期せぬ発見に出くわすかもしれません。さらに、ファッションの好みに追いついて共有する機会にもなります。絶対に。ショッピングとは、新しいアイテムを手に入れることだけではなく、体験そのものが大切です。それは私たちの個人的なスタイルを表現し、自信と快適さを感じさせるアイテムを見つける機会です。これ以上は同意できませんでした。私たちの心に響き、自分らしさを反映する服やアクセサリーを見つけることです。それは自己表現の一形態であり、自信を高める方法でもあります。そして、あなたのような買い物仲間がいると、体験がさらに楽しくなります。私たちはお互いに正直な意見を伝え、お互いにぴったり合うものを見つけるのを助け、プロセス全体をよりインタラクティブで楽しいものにすることができます。それは本当です。一緒に買い物をすることで、お互いのファッションセンスから学び、これまで考えたことのない新しいスタイルを発見することができます。それは私たちの視野を広げ、私たちが快適ゾーンから抜け出すのに役立ちます。何か新しいことに挑戦し、様々なルックスを試すのはいつもワクワクします。一緒に買い物をすることで、オープンマインドになり、自分では発見できなかったかもしれない新しいトレンドやスタイルを取り入れることができます。そして、お得な商品を見つけたり、セールに出くわしたりする喜びを忘れないようにしましょう。興奮と満足の瞬間を友達と共有することで、ショッピング体験にさらに幸せが加わります。全くその通りだ。お買い得品のスリルは他に類を見ません。隠された宝物を発見するようなものです。そして、そのワクワク感を友人と分かち合うことができれば、喜びも倍増します。レッスン20、旅行の好み。アンナさん、こんにちは。旅行を計画していて、アドバイスをお願いしたいと思いました。旅行中に読むのに最適な本を教えてもらえますか？こんにちは、ジョン。もちろん、喜んでお手伝いします。どのジャンルが好きですか？フィクション、ノンフィクション、それとも他の何か？私は様々なジャンルに心を開いていますが、夢中になれる魅力的な小説が欲しい気分です。その場合は、カルロス・ルイス・ザフォンの風の影を強くおすすめします。バルセロナを舞台にした魅力的なミステリーです。それは興味をそそられます。それを読書リストに追加するよ。推薦していただきありがとうございます。ところで、フライトを予約するときに、座席も選べますか？絶対に。ほとんどの航空会社では、予約手続き中に乗客が座席を選択できるようになっています。これは、フライト中に快適に過ごせるようにするための優れた方法です。それは知っておくと良いことです。景色を楽しむには窓側の席がいいな。そのおかげで旅がもっと楽しくなる。わかりました。窓側の席は、雲を眺めたり、下の景色を眺めたりする絶好の機会です。まさに。それに、フライト中に昼寝をしたいときは、窓辺で休む方が簡単です。それは妥当な点です。窓にも垂れかかることができると、さらに快適になります。他に検討すべき座席オプションはありますか？フライト体験を最大限に活かしたいです。さて、通路へのアクセスが便利で、足を伸ばしたいなら、通路側の座席が良いかもしれません。ああ、なるほど。通路側の座席が便利でしょう。特に長時間のフライトでは、
少し動き回る必要があるかもしれません。はい、フライト中にトイレ休憩や起きて足を伸ばす時の方が便利です。それは本当です。それを考慮して席を選ぶよ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。手伝えてよかった。他に質問がある場合や、さらにサポートが必要な場合はお知らせください。確かなこと、ご指導に感謝します。さて、素敵な本を手に入れ、座席を慎重に選んだので、旅の準備は万端です。それを聞くのは素晴らしい。魅惑的な読書と快適な旅に満ちた素晴らしい旅をお祈りします。ありがとうございます。楽しみです。思い出に残る旅と、途中の楽しいひとときを。乾杯。あなたの旅が楽しい冒険と忘れられない経験でいっぱいになりますように。改めて、ありがとうございます。ご協力に感謝しています。帰ったら必ず旅行の話をするよ。あなたの冒険について聞くのが待ちきれません。安全な旅を、そして素晴らしい時間を。私がします。気をつけて、すぐに話してください。